はい、本日も私のカンドラ友達ティーチャーをお招きして、はい、カンドラトークをしたいんですけれども、私が最近ですね、はい、チャングンソクさん、ぐんちゃん、ぐんちゃんですね、ぐんちゃんに非常に興味が湧きましそうだて、よ。ぐんちゃんといえば、うんカンドラの歴史的人物でしょ。しかもさ、なんか日本のカンドラブームを牽引した人の一人じゃないですか。ほんとそうよ。ぐんちゃんにはお世話になったよ。なのに、うんなんか実はそんなにちょっとぐんちゃんの作品私見てないんですおよ。っとだからね、それをちょっとティーチャーにレクチャーしてもらいたかったんだけど、まあそもそもなんでぐんちゃんの名前を今日出してるかっていうと、はい、最近ネットフリックスで、ザ・インフルエンサーっていうサバイバル番組が、まあ放送されたんですけど、ソーシャルメディアの、YouTube だったりとか、はいはい、TikTok だったり、インスタだったり、韓国ではほらアフリカ TV とかあるじゃん、なんかそういうところで人気の人たちが集まって、で賞金をかけてバトルをするわけです。実は見たんですよ。嘘見た？いやちょっと途中まででもね、そう私も実は最後までは見てない。そうなの。なぜなら私は友達の影響もあって隠れぐんちゃんファンで、あ、そうなんだ。そう、ぐんちゃんが出てるっていうと結構見ちゃうのよ。おお、なるほどね。そう知らなかった。そうなの。それで見たんだけど、ぐんちゃんが出てるところまでは見てちゃんと、その先もちょっと見たけど、やっぱりぐんちゃん出てないと面白くなくてやめちゃったのよ。そうね。いや実は私も一緒で、ぐんちゃんが脱落しちゃったとこまでしか見てないんだけど、なるほどね。そうなんだけど、私さ、その正直ぐんちゃんって本当に知識が浅いわけですよ、私は。一般人のレベルでぐんちゃんを知ってるじゃん、やっぱみんな。っていう中の一人。そうイケメンですよとかもちろん見たのよ。イケメンですね。イケメンですね。イケメンです、ですね。ですよじゃないわ。イケメンですねの時代とかってさ、やっぱちょっとぐんちゃんってギラギラ系だったじゃん。当時の芸能界っていうのがもうそもそもそういう感じっていうのもあるけどさ、そうね、なんかもうなんていうの、もう全て手にした人みたいな印象の派手さがどうしてもこう印象としてあって、なんかぐんちゃんイコールザ芸能人みたいな印象があったのよ。で今回本当に久々にちゃんとぐんちゃんのコンテンツっていうのを見た時に、なんか、こんなに分かんないよ、丸くなったのか分かんないけど、なんかすごい素敵な人だなって思ったのよ。なるほどね。イケイケ感とかオラオラ感みたいなのが、役の中ではすごい上手いんだけど、普段はネタとしてやってるんだろうなっていう。もともとそうなんだ。なんかね、いや最近出てた YouTube だと本人は、自分は本当にアジアのプリンスだと思ってたって言ってたよ。いやでもそれ伝わってたよね。そうけどなんかそうなりきれるのってすごいなと思って、好感度が私の個人的にはね高かったんだけど、韓国ではすごい、あんまり大きい声で言えないけど評判がよろしくなかったらしいのよ。でもさ、それが今回だから言ってたじゃん、本人も。ネットフリックスの中でなんかやっぱ嫌われてきたって、自分は嫌われることにすごい慣れてるっていう言い方してて、でもそれってさ、なんかその精神力すごいなと思って、そうなのよ。そこでさ病んだところを出さずにさ、自分はアジアのプリンスだって言ってさ、自信を持ってさ演技をしてきた彼ってすごいなって私は思って。いやそれがすごい分かった。私初めて知った、なんかそういう一面っていうか、逆境と戦ってきた人っていう、なるほど、だからぐんちゃんってすごいんだみたいな。いいも悪いも関心を持たれないことが一番問題だ。そうなの。だからそれをこの若さの時から分かってる彼ってすごいなって思うわけ。そうだよね、なんか叩かれるイコール興味。そうなんだよね。興味を持たれてるってことだっていうことを自分で前向きに捉えないと、そうなのよ。
いや達観してるわ、すごいわ。 MC ですって出てきてさ、その後首輪つけて出てきた時もさ、はい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 、なんかその注目の浴び方がさ、みんな、わーすごいじゃなくてさ、嘘でしょ、ありえないんだけど、みたいな感じじゃん、はいはいはい、MC としてはウェルカムだったけど挑戦者としてはって、それに堂々と戻れる彼のやっぱりカリスマ性はすごいなって。いやすごかった。しかもさ、自分も学ぼうっていう意識で近づいてってる感じとかもすごかったよね。人としてすごいわと思った。あれ、いやそうなのよ本当。でもあのコンテンツ本当すごいよね、考えた人。いやあれ本当奥深いよ。ニュースが出たじゃん、がんの闘病してたって。そうね、すごい最近ね。なんかそれすら表に出さずにねやってきた、やっぱり彼はカリスマだなってすごい思ったね。いやすごいよ、本当すごいよ。なんかちょっと本当に私は突然ぐんちゃんリスペクトの今状態になってて、なるほどね。なんか、全然知らなかったからさ、本当に流行った人みたいな、なんかこう本当ほんわかしか知らなくて、あでも待って、私あれだ、プロデュース101は見てた。だから MC やってるのとかは見てたんだよね。なるほどね。私そっち系一切見てなくて、でしょ。いやそれでさ、今度リボーンっていう番組が始まるのよ、アベマで。アベマとスペースシャワー TV、そうで、それ何かっていうと、K-POP ボーイズグループのリアリティサバイバルショーなんだけど、日本デビューをかけたサバイバル番組っていうやつなのよ、最終的にサバイバル勝ち抜くとおそらく結構なサポートがつくよって話だと思うのよ。なるほどね。それをかけて戦うんだろうけど、今回 MC がぐんちゃんになったのよ。でぐんちゃんがなんかコメント出したのよ。それがさ本当に感動的なコメントで、ここにもさアジアのプリンスことってちゃんと書いてあるけどさ、いやもうね、アジアのプリンスの看板は一生使って大丈夫なのよ彼のもんだから、アジアのプリンスは。そうだね、本当そうだね、ものづくりっていうかさ、エンターテインメントの世界にいてさ、私とかも、でなんか作品作って世に出してっていうことしてる中でさ、やっぱ一番忘れちゃいけないことってさ、なんかやっぱ面白さの追求で真実をやっぱ伝えないっていうのは一番良くないことじゃん。そうだね。真実っていうか、なんかこうね、いろいろ操作してしまうのはさ、やっぱ今どうしてもオーディション番組で課題になってることだと思うから、なんかそれをやっぱ番組始まる前にこういう声明じゃないけど、なんかちゃんとなんか大事に作っていきますっていうコメントを出してくれるって、なんかすごい信頼があるじゃん。そうだね。あとやっぱさ、その出演者は商品じゃないんだよっていう、なんかそのなんか視聴者側というよりは、そのやっぱ子役から長くやってきてさ、そのアーティストとかその俳優とかのさ、なんていうか価値を大事にしたいっていう気持ちがやっぱ彼じゃないとこういうことは言えないと思うんだよね。ねえ、いや本当そうだよね。今回のそのリボンっていう番組って、その出てくる子たちが割とその新大久保とかで頑張ってるような子たちなのよ。正直どこまで話題になるかなっていうのはちょっと不安だったんだけど、ぐんちゃん MC ですって出た瞬間に急にやっぱ信頼度が上がるっていうか、この子たち本当に優勝したら何か手に入れられるのかもしれないなっていう期待がさ、ぐんちゃんがいることでなんか結構確信に変わって、これは応援してあげたらすごいことになるかもなみたいなことは感じるのよ。なるほどね。うちの休館日のメインチャンネルの方で、ちょっとリボンは追っていこうと思ってて。やるの？いいねいいね。やろうと思ってんのよ。なんかやっぱさ、ぐんちゃん MC だからやりましょうよって奈々さんに言ってて、いいねいいねぐんちゃん素敵じゃんって思って感動して、メリーで最後なのかな見たの。メリー以来全然見てなくって、ドラマ見ようかなと思って、ティーチャーのことですから、結構見てんじゃないのっていうことでね、ティーチャーのぐんちゃんのドラマでおすすめ、私は、綺麗な男、昔よくありがちな財閥の隠し子、秘密を知ってる謎の女性がいろいろミッションを与えてくるんだけど、倉庫に山ほどある靴下を売ってお金にしろみたいなミッションを与えてきて、そこから始まるのよ。
なんかさ空手キットみたいなこと、うん、空手の達人になるまでに、なぜか洗車、車の窓拭きさせられたりとか、まあまあそういう感じだから、財閥の隠し子だから、元の場所に、あなたが本来いるべき場所に行くためにはもっといろいろ学ぶべきだみたいな、こっそり育ててドンと連れてくってことね、そこの世界に。そう綺麗な男っていうタイトルの通り、すごいなんかもう誰が見ても綺麗な男っていう感じの役なのよ。だからもう女の人もすごい貢いでくれるし、こう何でも自分の好きなようにできるみたいな感じので生きてきたんだけど、本来のなんかあなたやるべきことはこれじゃないみたいな、その謎の女性がね、ちょっと操られてるんだけど、それとともに自分もなんか成長していくみたいなのがちょっとぐんちゃんっぽいなっていう。なるほど。ただただイケメンで何でも手に入るんじゃなくて、努力をしていく姿がこのドラマ勉強になるじゃんって見てほしいなって。へー、面白そう。ぐんちゃんの演技力といえばスイッチよ。これね、2役なのよ。1人2役なの。へー。天才詐欺師とケンジが同じ顔でたまたまね。いや韓国ドラマ多いけど、ありえないよね。全く同じなわけないしさ、双子でもないのに全く同じ顔だったみたいな。詐欺師が検事になりすまして事件を解決していくっていうか、後半は今どっちの役をやってんのっていうぐらい演技がうまいっていうか、ストーリーもちょっと複雑なんだけど、最初はなんかなりすましてるなっていう、今本人だなみたいなのがあるんだけど、だんだんなんか、今どっちだみたいながなんかすごい面白かったし、ぐんちゃんの演技を楽しめるドラマです。これも UNEXT にあるわ。あるいいじゃん、見よう。ラブレインもだから2役なのよ。お父さんの学生時代と、今だからそのお父さんの息子が、ぐんちゃんと少女時代のユナが2役やってんだけど、ぐんちゃんのお父さん、ユナさんのお母さんが昔恋人同士だったんだけど結ばれなくて、でその子供同士がなんか北海道で出会うんだよ確か。親のために諦めるみたいな。そうだったかも。そうぐんちゃんの役の両親は離婚してんのよ。お父さんが昔の好きだった人を忘れられなくて、だからちょっと許せない相手みたいなことだよね。そうだけどせっかくお父さんもね昔の恋人に再会したから応援してあげたいけど、自分が気になってるこのお母さんでもあるし、そもそもそのせいで自分の親が離婚してるし、の複雑な感じがちょっと胸が苦しかった記憶はあるよ。そうだよね。なんかすごい切なかったのは覚えてんだよな。心がギュッとなるドラマだったなっていう記憶はあります。これちょっとどこでもやってないかも。これはやってないっぽいな。見たいな。ということで、私はしばらくぐんちゃんのドラマを追おうと思います。今更ですけど。お願いします。ぐんちゃんのドラマを見ないとカンドラは語れないからいやでも本当そうだよね。本当そうなんだよ。やっぱね、私には抜け落ちてるところがそこなんですよ。そうなのよ。私の抜け落ちたカンドラ歴の時代がね。なんか4様ぐらいまで戻らなくてもいいから、やっぱぐんちゃんからはちょっと見たいね。そうだね。そうしよう。やっぱりカンドラの歴史には欠かせない人物ですね。欠かせませんし、絶対ぐんちゃんの時代もう一回来ると思う。いやそうだね。気がする。私は韓国の人にもっと彼の活躍を知ってほしいわ。本当に皆さん目覚ましてって。てかそもそもなんでファンのことをうなぎっていうか知ってる？わかんないね私も。待ってちょっと待って、思ったより単純だった。ぐんちゃんがうなぎが大好きで、うなぎは力をくれるから、ぐんちゃんが自分のファンのことをうなぎと呼ぶって書いてあるスタミナの元みたいな。いいじゃん。
いやだからちょっとリボンは、多分ぐんちゃん毎週出ると思うから、休館日メインチャンネルの方をぜひ皆さん、楽しみにしてご覧いただければ、一緒に追っていただければと思います、番組は。ぐんちゃん出るんだったら見ます。いやそうしよう、本当にそうしよう。だからこれから頑張っていくね、若い子たちをね、一緒に応援しよう。お願いします。今回もありがとうございました。ありがとうございました。また次回ディープなカンドラネタを、企画しましてお呼びしたいと思いますので、その時は刺身とソジュを準備してお待ちください。そうですね、月に1回ぐらいできたらいいですね。このね、本当に遠隔飲み会、語りね、本当だよ。本当に昔の韓国ドラマが語りたすぎて、ドラマを見た後はやっぱ語るっていうのまでセットだからね。そうだね。そうそう。そして歴史になっていくという。とりあえずオンマチングアドルを見てください。はい。もうちょっと12話ぐらいまで配信されたら見ようと思います。食べたらね。食べて了解いたしました。かなり面白いと思いますので。はい、わかりました。それでは本日もありがとうございました。ありがとうございました。